にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。つかみとしては素晴らしい1話だった。プリキュア捨ててきた。あいつはついてこれない。原作既読だがやっぱりワクワクするな。アニメが1話でやるべきこと全部やった。オグリキャラソンか。これキャラソンなのかよ。オグリフタおめえな。不思議の海のナディアみたいな構図。いじめっ子雑魚だった。これは1話にしてはよくまとまってて分かりやすくて面白いね。シングレのオグリは子に手の方が可愛い。なんだよ、シンデレラグレイって名前じゃないのかよ。足毛の姫って意味やし、こういう寂れた地方からトップになるのって全然いないものなの。超絶レアケース。なんならジョッキーでもすごい少ない。10年に1頭いるかどうか。オグリかよ、挫折ないじゃん。どうやってドラマな展開作るんだ。原作はむしろ最後までドラマしかないやろ。オグリはむしろ波乱万丈だろ。レースに興味ないのになんでここに入学したの？走るのが好き。食費がえぐい。来週から必ず見るわ。何回も普通に負けるからいいんだよ。オグリキャップは。実際の競馬もそうなんだろうけど、ライバルがいないと盛り上がらない。イクイノックスあたりは主人公かんなくてラスボスにしかなれないんだよね。今期1話の中で一番面白い。これオグリキャップだったのか。プリティダービーと顔が違うからわからなかった。原作漫画に寄せてる。こんだけ丁寧に作ってくれるのか。ウマ娘はもういいやと思ってたけど視聴継続だな。結構丁寧にストーリー進むんだな。楽しく見れた。原作をこの作画と色使いに落とし込んだのは賞賛だわ。地方からってのがいいよね。サクセスストーリー。サイピク制作だから安心だな。作画めちゃくちゃ良いね。気合入ってる。導入を丁寧に描いて名乗りで終了ってのは決めてたんだろうな。足毛って言った時点でオグリって思うもんな。順当なアニメ化で安心した。全部で何話で見れるんだこれ。さすが期待通りの出来。とても面白かった。恥ずかしながらウマ娘って初めて見たけど面白かった。割とプリティだったな。なかなか良かったわ。出来が良いね。これスマホで通話できるのかな。耳まで届かない。ウマ娘は作中で基本スピーカーで通話してる描写しかない。オグリキャップってこれまでのやつにも出てたっけ？出てるよ。大抵飯食ってるだけ。モブで出てる。ベルのライトの人知らなかったけど最近ちょくちょく見かける気がする。プリティダービーの方のオグリキャップがどんなだったか思い出せない。よく背景で飯食ってる人。ウマ娘の親はウマ娘なの。基本的にはそうみたい。人間の親からもウマ娘が生まれる突然変異みたいなものらしいぞ。なぜオス馬がいないんだ。種馬ハーレム見せろや。ユーマはもう既婚者だから。ウマ娘なんで無駄にうっぱいあるの。鈴鹿さんの前で同じこと言ってみろよ。ハンデありすぎ。ギャグアニメかよ。完全に置き去り。しかも盛り付けたままだな。トイカを前にとっても大事な瞬間やろここ。実際これくらい違ったんだろうな。この変な声のやつトランセンドとキャラかぶってない？牧場王でいうヒゲ牧場的な扱いの人たち。これ史実なの？デートで遅れたのかね。こんなん自分と重ねられるかよ。弱虫ペダルの御堂筋くんみたいな超前傾姿勢。タイム自体は遅いから気づかれないのか。レースを仕事にできなかったウマ娘たちはどんな仕事して生活してるの？それよりウマ娘っていう上位種がいる中、人耳女がどうやって生きてるのか気になる。馬男が気になる。かっこいい。ちなみにアニメだと北原はあと数話で出番終了です。マジかよ。絆とかそういうのは描かれないんか。どうですか？面白くなりそうですか？あっという間に終わった。ウマ娘のこれ創作だろう。低エピソードはだいたい原作通り。作が頑張っとるね。1話は1時間とかにしてほしかった。今までのアニメウマ娘でのオグリキャップの活躍。第1期
ドーナツ大食い選手権で優勝。第2期食堂で昼ご飯いただきます。第3期初のレースシーン全カット。 ROPT オペラ王のレースを見ているだけ。オグリキャップってそんなにアフの子だったのか。1話っぽい1話目。こいつが俺注意するだけならナロー系やん。ナロー系は努力すらしないでチーレムだからちゃうわ。オングリって馬主としては笠松では有名な冠だったんだけどな。エルコンも後の重賞級にシンバダートで出遅れたけど、打ち抜いて完勝してたから、まあリアルでもあるっちゃあるよねこれ。ウマ娘のゲームも最初1人ウマ娘選ぶのもオグリを選んだ人は育成楽だったよね。明らかに不人気そうなメガネのやつは現実でも不人気だったの。あのいじめっ子3人はモデルいないと明言されてる。シングレは分割にクールなのか、ウィッチウォッチは連続にクール。これ原作相当長そうだけど何クールやるんだろう。ベルのライト可愛いです。性格もいいです。おっぱいも大きいです。実家大金持ちです。足が超絶遅いです。ウマ娘に生まれたのにどうすんのこれ。繁殖牝馬や。実家で気候扱いされてそう。こんな強かったのって地方馬で他におるんか。こういうのってやった。たまたま中央の馬主に拾われなかった逸材的なやつなんか。突然変異的な天才なんか。ゆなりはアブクマポーロとカオル。ママ、オハマイルオッペクサ。変な声のウマ娘、変な声の人やん。でも1話と私勝っちゃうよがピークなんだよな。この作品笠松編が一番面白い。1年目ラリマも良かった。玉本の決着の有馬。オングリでとらんけどダービー映像。まだ初見勢は1話見たくらいじゃわからんな。正直地方より中央入りしてからの方が話は面白くなるんだけね。面白かった。笠松にしてはトレセン学園が立派すぎるがそんなことはいい。オグリキャップが主人公なのか。明らかにフォームが違うやつ。原作も頭低いフォームで成田ブライアンともども有名だったのよ。オグリキャップなんて馬娘見る前から名前知ってたぐらい有名馬じゃんね。オグリキャップだから見るって人もいるだろうし。40代以上なら常識だけど30代前半くらいから怪しいんじゃないかな。むしろどの世代でも名前だけは知ってるのが一定数いるレベルやで。落ち着いて聞いてください。オグリキャップが地方でデビューしたのが1987年。今の30歳は1994年生まれです。この世代だと競馬に興味なくても名前知ってるのはギーとインパクトくらいだろうな。オグリキャップと東海帝王と成田ブライアンくらいは競馬ファンでなくても聞いたことくらいはある名前。髪飾りがないと違和感あるな。トレーナーついてからだってつけるの。ウッピガンの効果音ちゃんとつけてほしい。地方の序盤から最終的には作画がゲッター戦浴びていくのか。オグリにも悲しい過去。そもそも生まれは競走馬になれるかどうかだったっけ。生まれつき足が悪くて生きてられるのかどうかも怪しかったらしい。儚げな印象のままだが10頭以上産んで全頭競走馬デビューさせた女傑である。中央に行くのは話すら出てこないんだな。ひょっとして3期までの馬娘たちって上積み中の上積みだったの。そりゃ中央の話だし。オグリはシンデレラだからね。あいつらそれぞれの世代の頂点だぞ。一段落ちみたいな扱いのカノープス組ですら笠松から見たら天上人の集団。3期までのムーリーなモブが地方の上積みの上レベル。キャプテン翼でグラサンが翼の才能を見出す1話目みたいなものだからな。今日の1話競馬で外してアニメを見て現実逃避しました。導入しっかりしてて丁寧だな。このボリュームをどう描ききるか。タイトルにプリティがついていない。もうわかるな。プリティまだだ。まだやれる。ベルのライトは貴重なプリティ要素。北原かわいいな。プリティ要素がここに。役割が役割だけに笠松3人組にはモデルばいないんだよな。こんな役割馬主が許可せんだろうしな。エンディングで走るアニメは名作。このアングルで走るレンディングは名作。これをグリが歌ってるのか。こうしてアニメとして見ると馬娘なのにあからさまに多媒体と異なる独特な空気ある作品よな。シングレ。オグリキャップのシンデレラストーリーが始まって今後に期待大。
小栗のフォーム、かっこよいな。前へ前へと突き進んでいくような感じがとても良い。逆光で髪下ろすシーン、最高に熱いな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。